悪いけど、これは何？俺たちはなんでここにいるの？そうだよ。俺たちはもう世界を作ったじゃないか。やり残すことなんかあるか？そうよね。第6話やるほど話残ってないわよね。なんかありがちで薄っぺらなストーリーになりそうじゃない？このシーズンは第5話で終わりにしちゃう？いいアイデアじゃないですか、野口さん。打ち上げ場所は野口カフェにしましょう。行きましょう、皆さん。ちょっと待った！田村、どうしたの？これは何？そうだよ。ここで何をするつもりだよ。今日はですね、まだやり残したことがあるので皆さんに集まっていただきました。帰らせてよ。何も残ってないじゃん。何も残ってないじゃん。それが最も重要なんです。なぜなのか。なぜ？何？なぜこんなことになってしまったのか。っていうか、なんとなくそうなったんじゃないの？そうよ。魔法でしょ？異次元世界の冒険、戦争、いつも通りの東中野じゃない。そうかもしれない。もしくは入念に仕組まれていたのかもしれない。あるいは誰かが裏で操っていたのかもしれない。いや、あるいは誰かが計画を実行するために僕たちを一人ずつ駒のように正確に配置していったのかもしれません。どうかしら、田村。私まだちょっと混乱してるんだけど、でもカオスすぎて誰かが計画したとは思えないんだけど。おそらくそう思わせたいんでしょうね。でもいいですか？ここには2人の田村がいます。1人はベンの世界から、もう1人はこの世界から。そして2人の間では物事がはっきりと見えているんです。そこで確信しました。これは偶然にしてはできすぎだと。いやこれは陰謀だったのです。じゃあ、あなたは私たちの誰かがやったと思ってるんですか？しかしそれは狂気じゃ。狂っておる。どいつもこの混乱なら望んではおらんぞ。そうですよ。もしかしたら誰かが死んでいたかもしれませんよ。だからこうやってみんな生きているのはとても幸せなことですよ。いやー、でもね、香織さん、あまり思い出させたくないんですけど、一人だけ死んでるんです。僕です。僕死んでるんです。あ、そうか。ごめんなさい、田村。さて、一番簡単な容疑者から始めるとしますか。犯人はここにいる一人だけですからね。あれな。いや、フルシアじゃない。トレージャーハンターだ。あなただ、インコ先生。否定しても無駄ですよ。何言ってるのよ。私この世界に来てまだ一人も殺してないんだけど。この世界に来てだそうですよ、皆さん。じゃあそこから始めるとしますか。一体どうやってこの世界に来たんでしょうか。いつも通り拷問部屋で仕事してたの。そうしたらいきなりごめんなさい、ご軍曹。約束します。もう二度とはしません。誓います。そこで雨やめてください。もう呼吸できない。しかも唾の匂いがしてるんですよ。でもインコ先生はどうやってポータルを開いたんでしょうか。目の前でポータルが開いたことを不審に思わなかったんでしょうか。知らないわよ、あの女じゃないんだから。まあもしかして救急見つけたのかなと思ったわよ。
こっちの世界来たらホワイトボードに99書いてあったし。はいはい、そうなんでしょうね。でもあなたはこの世界に来て僕を殺す前にベンの世界からもう一人のインコ先生にそう話したんです。ベンから伝える方法なんてないの。どうやってあの女に話しかけんのよ。コミュニケーションなんて取れないんだからね。はいはい、なるほど、ようやく分かってきました。第1話でインコ先生は出番がない時にこっそりと抜け出した。そしてクリスとカエルが踊り出すまで奥で待機。それから僕を追いかけて殺した。その後急いでカフェに戻ったインコ先生は何事もなかったかのように振る舞った。青いシャツ、黒いスカート、そしてそのおっぱい。あなたしかいません。ごめんなさい田村、邪魔するつもりはないんだけど、それってあなたが死んだ時のこと？そうですよ。だったらインコ先生はあなたのこと殺せないわ。ほう、それはなぜ？だってあなたの話を正しく理解するなら、インコ先生は私とずっと一緒にカフェにいたもの。あの人誰？すごく綺麗じゃない？でもちょっと誰だかわからないわ。初めて来たお客さんだから。本当に新聞読むのが好きなんだね。同じところで何時間も読んでるよ。でもなんかちょっと様子がおかしいのよね。少し心配なんだけど。わかる。不思議なオーラを持ってて、なんか溶け込んでないというか、異世界の人って感じ。そうじゃなくて、真冬なのに上着も着てないし、ほら短いスカート履いてるでしょ。そうだ、ともくん、奥から毛布を持ってきてあの人に渡してあげて。はい、オッケー。すいません、大丈夫ですか？大丈夫よ、気にしないで。待ち合わせしてるんだけど人が来ないだけだから。そうなんですね。田村、もしクリスとカエルがカフェに来る前にあなたが死んだのだとしたら、インコ先生には殺せないわ。だって私とずっと一緒にカフェにいたんだもの。ほら分かったでしょ。それで誰にお会いしてたんです？分からないのよね。ファイナルベンザが欲しければあの時間に野口カフェに来いってメッセージが届いたのよ。それで行ったんだけど。で、そのメッセージは誰が？さあ、ここにいるメンバーなら誰でも送れるわね。誰かが私をはめようとしたのよ。もしかしたらインコ先生は僕を殺していないのかもしれません。ですが今まさに2人とも僕を殺したと証言してくれました。はっきりとこれで全部わかりました。ともくんが奥に行って毛布を取りに行ってる間、野口さんとインコ先生はお互いになりすまし、野口さんはホームセンターに忍び込んだ。そしてクリスとカエルが踊っている間、外に出た野口さんは僕を追いかけて殺した。その後クリスとカエルがカフェに来る前、自分は先に戻り、またインコ先生と着替えた。犯人はずっと2人だったのです。田村、初対面だって言ったじゃない。あなただって回想シーン見てたでしょ。私は共犯じゃないの。それにシマトにだってすぐよく行くし、ほら昨日だって便座を買ってきたばっかりなのよ。私があなたのこと殺すわけないでしょ。非常に興味深い話だ。ですが今まで2人の人間が体の中に住み着いていた人の言葉をそのまま鵜呑みにしちゃってもいいんでしょうか。ちょっとごめんなさい。あなたも今体の中に2人いるわよね。ええ、ですが僕たちはここにいるという自覚があります。あなたはもう一人の自分がいるということを知らなかった。いや、もう一人の私がいるわけじゃないの。ザという霊能者が存在するだけ。ということはザに操られていた時はあなたは何も知らなかったということですね。そうね。それを変だとは思わなかったのですか？それが思わなかったのよね。初めのうちは忘れっぽくなったなって。それがだんだん
背後霊に見守られてるんだって思うようになって。それでザーから魔法のダンプをもらったの。ああ、あれね。あれは簡単に手に入ったのよ。もう一つ大事なことを取り上げないといけませんね。アレナ、あなたはどうやってあの断片を手に入れたんですか？そうね。それだけですか？それだけ。誰かが魔法の便座の断片を送ってきたというのに、それを怪しいとは思わなかったんですか？違う。宝物なの。私、宝集めてるの。魔法、地図、冒険、トレジャーハンターなら当たり前でしょ。それでは誰かが送ってきた断片を受け取ったあなたが鍵を持ってクリスとカイルになんとなくカフェで会うことになったという話を信じろとでも言うんですか？なんとなくクリスとカイルに会ったわけじゃない。カフェに行くようにとメッセージが来たのよ。あれにも？そう。もう一つの鍵が欲しいならカフェに行けって書いてあったの。で、送り主誰だったの？送り主はわからない。私と同じね。ってことは送り主はあなたたち2人の正体を知ってたってこと？でも今日までアレナの正体は誰もわからなかったよ。それにインコス先生が弁から来た悪の軍曹だったこともさっぱり分からなかったよ。なるほど、ようやく全てが分かってきました。野口さんはインコ先生とアレナの両方にメッセージを送った。ともくんが奥にいる間、野口さんはインコ先生とアレナを着替えさせた。カフェをこっそり抜け出したアレナはクリスとカエルの気が散るのを待ってから僕を殺し、戻ってきた彼女はまたインコ先生と着替えて何事もなかったかのように一度カフェを後にした。たむれよ。素晴らしい仮説じゃ。ありがとうございます。仮説？アレーナ殿にはそのようなことはできぬ。それはなぜです？見たからじゃ。アレーナ殿はお主を殺す前に野口カフェに着替えに行っていったとしたら、なぜ迷子になったふりをしたのじゃ。それでもあと一つ説明できていない部分がありますね。なんじゃ。そ
あなたとステファニーが僕を殺す計画に関わっていたことの説明がつきません。関わっとらんが。関わっていないのならどうやって僕の死体の場所が分かったんです？野口カフェの床にベンゾイの領収書が落ちておったから、クリス殿とカエル殿のものにそういないと思っただけじゃ。なるほど、これでようやく全てが分かってきました。二人はクリスとカエルの後をつけて島戸へ行った。そして新しい便座を買うのをじっと待った。クリスとカエルが踊っている間、野口さんに呼び出されたインコ先生は野口カフェに来たアレナと一緒にデビッドの着替えを手伝った。僕がお店の奥に行ったことをステファニーの無線で伝えると、デビッドは僕を追いかけ殺した。その後カフェに戻った君たちはそこでレシートをわざと落として見つけたふりをし、犯行現場に戻って死体を発見するという芝居を打った。最初からあなたたち2人だったんですね。貴様、インコ先生の服が似合うと思ってるのが。いや、そりゃあなたならおっぱいだってあるじゃないですか。無礼ながら貴様の仮説は意味ないでござる。野口カフェに行ってなければ貴様の商いを知ることもないでござろう。今日まで一度行ったことない上に、拙者どもは貴様にやったことのない。すべては野口カフェに関係がありますね。一体どういうことなんでしょもう田村、何の意味もありませんよ。東中野には行く価値のあるカフェがたった一つしかない。それが野口カフェなんです。みんなたまに行くところです。う。そうですよね。あなたも含めてね、香織さん。そうですよ。その通り。何が起きてるんですか？それを知りたいんですよね、香織さん。私？なんで私が？誰かがあなたにテレビ番組を与えたからですよ。確かに私より先にスピンオフの主役やるなんておかしいと思ったのよね。おかしいと思いましたよ。だって小さなコーナーの担当だったのにいきなり自分メインのシリーズができたんですから。でも断ろうとは思いませんでした。だけどあなたを殺そうとか世界征服を企んでいたわけじゃありませんから。じゃあ何が起きたんです？電話が来たんです。ごめんね、かおりちゃん。はい、コーヒーです。ありがとう野口さん。あれ、今日は一人？今日はお友達と会う約束をしてるの。あ、電話鳴ってるわよ。はい、もしもし。あかおり、ともこです。聞いて、びっくりするわよ。そうなんでしょうね。じゃあ私がわざわざともこさんに電話をして番組のオファーをした後に電話を切って、またともこさんから電話がかかってきた時には私は何も知らないふりをしていたってあなたは言ってるんですか？そうですよ。田村、私はかおりちゃんと一緒にカフェにいたの。かおりちゃんはそれまで何もしていなかったし、誰かに電話すらしていなかったわよ。なるほど、ようやく全てが分かってきました。まず野口さんが智子さんに便座イングリッシュのことで電話をかけた。アレナの助けを借りて急いでインコ先生と服を着替えたのは香織さん。隙を見てカフェを抜け出した香織さんは島戸へ向かった。外で待っていたステファニーとデビッドがお店へ忍び込む合図を出した。クリスとカエルが踊っている間、お店の裏側に回った香織さんは僕を追いかけて殺し、そのまま野口カフェに急いで戻り、インコ先生と服を着替え、何事もなかったかのように智子さんの電話に出た。あなたとインコ先生、そしてステファニー、デビッド、野口さん、アレナ、あなたたちは全員グルだったというわけですね。おかしいでしょ。ベンザイングリッシュで一緒だったじゃないですか。友達でしょ。なんであなたを殺さなきゃならないんですか？ベンザイングリッシュに幽霊の先生が出演できるようにするためですよ。だけど私がオファーをもらった時にはあなたはすでに死んでたじゃないですか。田村、もう意味わかんない。そもそも違う日について話してるんじゃないか。全く別のシリーズだしな。だって俺とカエルが香織に会った日、野口カフェにインコ先生がいなかったよ。そうだよ。俺たちと野口さんと香織さんと、あと一人のエキストラのみだったよ。インコ先生がいなかったら香織ちゃんはどうやって着替えたと思う？
だって私第1話にも出てないし、っていうかオープニングクレジット共演してたわよね。あんたもうその時死んでたわよね。いや一人ずつ排除していくのも計画のうちだったんですよ。それにまんまと引っかかってくれました。香織さんじゃないというのなら誰がやったかはもう明らか。いつもそばにいながら誰も気にしなかったため自由気ままに動き回ることのできた人。ちょっと待った。リオほっといてよ。関係ない。そうだよ。リーは悪いこと一つもやってねえよ。リーがかわいそう。お前の方がよっぽど怪しいぞ。僕が？なんで僕なんですか？僕は殺されたんですよ。誰かがお前の一人を殺したんだ。だからといってそのもう一人がスパイもしくは20スパイじゃなかったとは限らない。いい事件の正解でお前を見たんだ。お前はインコ先生に惚れてたんだ。回想を見ようか。右からワン、ツー、真面目な顔で。インコ先生なんかずいぶん雰囲気変わったな。ベンに来る前に全然こんな感じじゃなかったよ。お前らは分かってないだけだ。ストレスが溜まってんだよ。別に深い意味なんかねえ。本当は優しくていい人なんだ。おい、どうしたんだよ田村。俺は超強い戦士だ。どうもしねえよ。別に感情的に なってるわけでもねえし、ごまかそうとしてるわけでもねえからな。これ以上突っ込むなよ。あ、わかるなその目。田村はインコ先生が好きなんだ。インコ先生は大勢の人にとって彼女がどれだけの光を放っているか、そんなこと言えるわけねえだろ。できるさ。いい？やることは簡単。まずこう。歌おうか。肩にぶら下がったまま揺れ動く想いは息を吸うたび膨らんで僕をまた惑わせる。片手では足りないような君の二つの希望に見るたび高鳴る夢にただ押しつぶされたい。目に見える幸せだけで満たされていた日々。何か話すたび震えても僕は何もできずに諦めたつもりがまた僕の前に現れて偶然ではないならせめて一つだけでも両手でも足りないような君の二つの優しさに見るたび高鳴る夢にただ押しつぶされたい。ねえ、このタイミングのこのエピソードオリジナルソングいる？フィラーエピソードの意味がようやく分かってきたわ。片手では足りないような君の二つの希望に見るたび高鳴る夢にただ押しつぶされたい。僕の
の手では触れそうな君の二つの優しさに見るたび大きくなる愛に包まれてみたい田村どうした？いえ、何でもありません。そう、作戦会議は17時からだからまたその時に。ラジャー。気にするな田村、次きっとチャンスあるよ。そうだな、次会った時伝えてみるか。ですが次はありませんでした。田村いい？お前はインコ先生に恋してたんだ。今も変わらずそうだし、彼女のためなら何だってするだろう。例えば異次元世界同士の戦争を巻き起こすことも。目的を達成するためならこちらの田村を殺すことだってありえなくはない。そうですね。え、そうなの？僕はインコ先生に恋をしていました。彼女のためなら何でもした。大義のためなら何でもです。ですが次元間旅行のことは知らなかった。それを知っていたのはこの世界の田村だ。だからここに来てアレナに会って野口カフェでインコ先生と服を着替えてステファニーとデビッドに会ってクリスとカエルが踊っているのを見た後自殺できるはずがないんです。じゃあ誰が残ってるの？コスケ？ボブ？シェイナ？もういい加減にしてよね。戦争終わったばっかり疲れてんのよ。っていうかこれ意味あんの？ねえ、推理できたの？犯人誰？ちょっと待ってくださいね。まず、田村、何人かのあなたのうちの一人が死んでしまったことは本当にごめんなさい。とても辛くて怖い思いをしたわよね。でもそのおかげで世界が救われたのかもしれないわ。本当ですよ。あなたが死ななければカエルを助けることもできなかったでしょうし、もう一人の田村と合体をして世界を救うこともなかった。そして私たちが出会うこともなかったかもしれないんですよ。あ、そうですよね。あ、そうだ。ありがとうございます。ホームセンターの店員、兵隊さん、スーパー田村、みんな田村のこと大好きですよ。よく考えて、ほらうちにコーヒー飲みに来ればいいじゃない。あ、そうですよね。ありがとうございます。今野口と香織が田村が死んでよかったって納得させてない？うん、そうかも。で、結局誰がやったの？田村を殺したのは誰？そうですね。これで真相は分からなくなってしまいました。おやおや、まだ犯人分かってないみたいね。よっぽどバカじゃなければすぐ分かると思ったんだけど。何言ってるのよ。戦いに負けたのはあなたでしょ。何しに来たの？ずいぶん無礼だね。私のもの持ってんだろ。ファイナルベンザーを返せ。返さないわよ。あら、私がファイナルベンザーを見つけろって命令したんでしょ。渡さないとおかしくね。しょうがねえな。ファイナルベンザーを見つけるまで一人ずつ殺そう。田村みたいに。あんたらが寝てる間に忍び込んでベンザーを壊してやった。
その後すぐに便座の断片をアレナと野口さんのポストに入れた。そして私はインコ先生を犯人に仕立てるためになりすまし、あんたらが踊ってる隙に田村を殺した。そうすればファイナル便座の鍵をあんたらに渡すだろうからね。あとはインコ先生とアレナにカフェに来るようにメッセージを送り、そこからはみんなが私のためにファイナル便座を手に入れるまで見届けたってわけ。私はアレナとインコ先生の本当の正体を知ってたからメッセージをくれたの。すべての黒幕はこの私。さあ取引しよう。ファイナル便座を私に返したらこいつを返してやろうか。そんな。いいか、2日以内にファイナル便座を返せ。そうしなければお前らの大事な友達が死ぬぞ。そうだ、もうちょっと楽しくしようか。プレゼントだ。48時間以内にファイナル便座を持ってこないとこの世界は終わるよ。次は何が起こるのか。果たしてこの思いがけないヒーローたちは再び東中野を救うことができるのか。こんにちは。私がいなくなってしまったと思った皆さん、心配は無用です。光とエネルギーは決して破れることはありません。私はどうやって蘇るのか、一体どうなってしまうのか、そして哀れでかわいそうな野口さんはどうなってしまうのか、それとあとみんな他のみんな一体どうなってしまうの。続きはシリーズ3でお会いしましょう。バイ。フリーズ、水が止まらない。楓、このトイレをそう。逃げろ。止まらない。あと2日でこの世界がトイレの水で溢れてしまう。インコ先生、一体何が起きてるの。これはベンの呪い。なんとかしないと世界が終わってしまうわ。どうすればいい。 The world is a hard place, Carol. You need a hard man to protect you. I can be hard when I need to. Oh. これはシリーズ何？シリーズ3。神話のプランダの伝説か。それしか世界を救う方法はない。マリアは強すぎる。人間の力じゃないでしょ。あいつは一体何だ。教えてもいいんですけど、でも無茶はしないって約束してくださいね。ベンの東中野の支配者マリア姫だ。
第6話ではインコ先生のことが好きな田村が告白しようとした時に異次元戦争が始まって結局言えなかった。いつ何が起こるかわからないから、両親、友達、魔法の弁当を持ってる未来から来た彼氏、大切な人がいたらその人がいなくなる前にちゃんと伝えてね。冒険は楽しいけど気をつけましょう。バイ。